今日の奇跡、浜口愛です。今日は私が高校生活で体験したお話をしたいと思います。私は夜間の定成高校に通っていました。他に行きたかった高校がありましたが、受験で落ちてしまったためです。私は子供の頃から神様を信じていて、この高校受験についてももちろんお祈りしていました。しかし受験を失敗して、私はすごく落ち込んでしまいました。中学校の担任の先生の勧めで定成高校に行くことになりましたが、私は受け入れられず辛い気持ちでした。その苦しい状況の中で、聖書のイザヤ書にある天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いという聖書の御言葉が私の心に響きました。私は神様の言葉によって励ましを受け、定成高校に行くことに対して希望を持つことができるようになりました。いざ入学し通い始めると、新築の校舎に私服で通学ができ、勉強もスピードが遅く、試験も簡単で、最初は喜んで通っていました。でもしばらくすると人間関係でトラブルが起きました。生まれて初めて呼び出しというものを受け、仲良くしていた人たちから非難されました。私はその時は人事のように冷静でしたが、後で考えると本当にマフィア映画で見るような怖いシーンの状況でした。しばらくして呼び出しをした人は学校に来なくなりましたが、私は完全に心を閉ざして孤立してしまいました。そんな中、この定成高校に通い続けることを迷い始めました。学校生活が憂鬱で心機一転したい気持ちと、勉強も問題なく感じ始めていて、どこか他の学校に編入するか、通信制に切り替えるか、または留学するかなど考え始めました。そして神様の導きを求めて祈る中で、はっきりと心の中に神様の語る声を聞きました。それは最初に語った言葉を思い起こしなさいという言葉でした。それから再び神様に祈り、最初に語った言葉とは何のことですかと思い起こしていきました。その中で、天が地よりも高いようにという聖書の御言葉を思い起こしました。私は再度神様の言葉によって励まされ、いろいろ考えていたすべてのことをやめて、定成高校に通い続けることにしました。またその祈りの中で、私自身が定成高校に通う人たちに対して良くない気持ちを持っていたことや、また自分の偉そうな気持ちに気づかされて、神様に私の心を変えてくださいと祈りました。その後、本当に大切な特別な友達が与えられました。私から動いたわけではなく、クラス間違っていたのに向こうの方から声をかけてくれたのです。それから良い先生たちに恵まれ、生徒会に加わったのをきっかけに、同じ学年の生徒とは全員と親しくなり、いろいろな人たちから声をかけられたり、相談を受けるようになりました。特に最初に仲良くなった親友が神様を信じて教会に通うようになったのはすごく嬉しいことでした。その親友は他の子も誘って、次々と友人たちが教会に来るようになりました。また勉強も楽しくなり、特に苦手で嫌いだった数学が面白くなったのは自分自身が驚きでした。そして進学して学びたいという願いが与えられて、この定成高校から国立大学への進学の道が開かれたのです。本当に神様が導いてくださった道は、私の思いや計画、考えをはるかに超えて高く素晴らしい道でした。ありがとうございます。